ご神君一つ。大衆退職するは絶食のもとになるさ。あれを食べてはならぬ。これは飲んではいけぬという戒律的な教えはない。人間らしい生き方を自然に即して教えながら絶食のもとになるようなことは神様にもご無礼。自らも体を壊すことになると教えられたところに、金光教従前の教え役所たるものを優しく感じさせる見教えである。今日は人が助かる、あるいは人を助けるという上において、二つの助かり方というのでしょうか、助け方というのでしょうか、二つの助かり方があるというようなことを教えていただきましたけれども、それは師匠がよく私の話を聞いて感じてくださればおかげがあります。分かってくだされば信心が進みますとおっしゃいましたけれども、その感じていただくおかげと分かっていただく、おかげというのでしょうか、信心が進むことによっていただくおかげというのでしょうか、この二つが相まっていかなければならないと。ところが大概はどちらかに偏りがちですね。このお道はこの二つがまさに車の両輪のごとく相まって助かっていかなければならない、また助かっていくお道なのだと、今日のご理解にもあります大衆退職するは絶食のもとになるぞと、食べ過ぎたり飲み過ぎたりすると体を壊すことになる。わかりますね。教えをいただく。なるほど、そうだとわかる。それならばと言って飲み過ぎや食べ過ぎをしない。これで健康がいただけれるわけです。これは教えをいただき、教えによる助かりですね。これだけでは十分ではありませんね。中にはやはり食べ過ぎたり飲み過ぎたりして体を壊した人がいます。もう食べ過ぎて体を壊した人に、食べ過ぎたら病気になるぞといったところで、それはある意味手遅れですね。しかしだからといって、ほら見ろ、食べ過ぎたから病気になったじゃないかで放っておくわけにはいきません。食べ過ぎて病気になった人でもやはりおかげをいただき健康にならなければなりません。ここはもうこれからあとは神様がお働きくださり、神様のおかげで健康を取り戻させていただく以外にありませんね。いわば神様がお働きくださる、神様のお働きをいただいて健康を回復させていただく、そういうおかげがあるわけですね。と、いわゆる神様に直接お働きいただく、そしていただくおかげというわけですね。と、もう一つは、例えば何か問題が起こる。その人間関係の間で、よし、これは私の心が小さかったからだ。これは私の心が汚い心を持っていたからだ。卑しい心があったからこういうことになったんだ。よし、これは一つ改まらせていただこう。より大きな心に、より美しい心にならせていただこうと精進し、心を改まらせていただく。そしてそれができた暁には、あの問題のおかげでここを改まることができた。
この問題のおかげで一回り大きくなることができた。より美しい心をいただくことができた。してみると、あの問題のおかげで、あの問題は私の心を育てることのためにあったのだ。もしあの問題がなかったら、小さな心のままであった。あれはおかげだったな。あの問題のおかげで、この問題のおかげで、あの問題そのことがおかげだったのだ。私の心を育ててくださるための、材料であった。そのことがもうおかげだったんだ。ということになる。その時は難儀だと思ったけれども、実はあのことで私の心を育ててくださることのためのまさにおかげだったのだ。と合点がいく。これはおかげの世界が広がったことになりますね。いわば自らの心のありようで今まで難儀と思っておったことが実はおかげだったとわかる。そこに助かりがいただけれるわけです。自らの心で自らを助けていくという世界がそこにありますね。これもまた大切です。いわば退職をしない、それで健康を維持するというおかげのいただき方と同時に、またついつい食べ過ぎてしまった、飲み過ぎてしまった、ここから先はもう神様のおかげを直接いただいていくしかないと、神様のおかげをそれこそいただいていく生き方。どちらも神様のおかげをいただいていかねばならないことには違いはないのですけれども、自らの心から自らを助けていくという助かり方もあれば、神様にそれこそ直接手を下していただいて助かっていくという世界があるのだということですね。この二つが相まっていかなければならない。とかくどちらかに偏りがちだというわけですね。この二つの助かりを共にいただきながら幸せの道を歩いていくということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。